はい、こんにちは。このような溝加工や綺麗な装飾加工を作ってくれる電動工具トリマー。今回はワンランク上の DIY が楽しめる面取りビットのスタンダードな使い方について解説していこうかと思います。それではやっていきましょう。まずはじめに、このような面白い形をした面取りビットは全ての種類を揃えるのはとても大変なくらいにいろいろなデザインやサイズが豊富にあります。そしてこのような面取りビット全てに共通して、ビットの先端にあるシルバーのベアリング部分が対象物の側面などにベアリングが当たるまで加工が進み、ベアリングに当たったところで加工が止まって進路方向に加工を進めていく側面に特化したトリマービットとなっています。なのでこのようなベアリングがついた面取りビットを使う際は、溝などを加工する際に使用するこのようなストレートガイドを外した状態で、トリマー本体に面取りビットを装着しただけの状態で加工を進めていきます。そしていろいろな形の面取りビットを使って側面に装飾された加工面の高さは、トリマーのベースプレートから出たビットの出幅と加工面の高さが同じとなりますので、対象物の表面から目標とする加工の高さと同じ寸法をビットの出幅に合わせて加工すると、簡単に目標とする装飾面の高さに合わせることができるんですけど、1回の加工で目標の高さの装飾面を作ろうとすると、実際の加工をする際にビットの形状がカーブが多く複雑な形状だったり、加工する対象物の硬さが柔らかい素材よりも硬い素材などに装飾加工をする際はビットに過度な負担がかかったり、場合によっては対象物に無駄な欠損が出て、このように綺麗な面取り加工ができないこともありますので、複雑な形をしたビットを使う際や、柔らかい木材よりも硬い木材などを加工する際は、状況に応じて1回に加工するビットの出幅を 2mm から 3mm 程度にして数回に分けて最終的に目標とする加工面の高さに設定していきます。例えば材料が硬いこのようなヒノキ材の4方向の側面に表面から高さ 9mm の装飾加工をするときは、1回目のビットの出幅を 2mm から 3mm に合わせて、加工中のトリマーの進路方向にベースプレートなどが当たって進路の妨げにならないように、クランプなどを使ってしっかりと対象物を固定したら、4箇所の前面を加工して、さらに 3mm を足した合計 6mm で先ほどと同様に4面全体の加工をしていきます。このようにビットの出幅を 6mm に調整して4面の加工が終わったので、目標とするビットの出幅を 9mm に合わせて4方向全てに面取り加工を入れていこうかと思うんですけど、木材の繊維方向に加工した場合は加工の出口で全く問題がないのに対して、小口方向の加工した際にはこのように加工の出口で木材の欠損が発生することがありますので、このような欠損が出ずに綺麗な仕上がりとなるように、最後の加工をする際は先に2箇所の小口面から加工した後に残りの2箇所の側面を加工していきます。
このように小口面の後に側面を加工して、最後に小口面の表面にできた毛羽立ちをサンドペーパーなどで落とし上げると、欠損がない綺麗な装飾加工を作ることができます。そしてこのように側面を加工する面取りビットは、加工中にビットにかかる抵抗は常に片方だけとなりますので、必ず対象物が左側、トリマーが右側の関係を維持して、手前側から奥へ向かった進路方向で加工を進めていきます。なので例えばこのように中央がくり抜かれた額縁のような形状で、木材の外側も内側もどちらも面取り加工をする際は、対象物が左、トリマーが右の関係で手前から奥へと進めていくと、外側は反時計回り、内側は時計回りの進路方向となりますので、必ずこの進路方向に注意してトリマーを進めていきます。そしてせっかくなので、このように内側がくり抜かれた対象物の内側も外側もどちらも面取り加工をしていこうかと思うんですけど、実はこちらの形状は L 型のように2つをつなげた木材と、まだつなげてない木材のこちらの2種類に分けてました。そしてそれぞれの木材にまずは外側から面取り加工をしていこうかと思います。このように2つが接続された部材と、まだ接続されてない2種類の部材の外側にのみ面取り加工をしていきました。そしてそれぞれの部材が接合する角の部分を見ていくと、あらかじめ接合された部材も接合されてない部材のどちらも綺麗な仕上がりとなったので、今度は先ほどと同じように内側に面取り加工をしていこうかと思うんですけど、まだ接合されてないこちらの2つの部材の内側を加工するときは、側面に対して平行なまっすぐの一直線の加工がしたくても、ベアリングが側面に当たる場所がなくなって、このように加工の入り口と出口の部分で加工面が内側に食い込み、まっすぐとした加工面が作れなくなりますので、入り口と出口の加工部分が内側に食い込まず、まっすぐとした加工面を作れるように、このような同じ角度で対象物と同じ厚みの端材を準備して、入り口と出口の2箇所で対象物を作業台などにしっかりと固定したら、側面の位置をきっちりと合わせて、ベアリングが当たる部分を作って
端材も一緒に加工していきます。このように接合されてない2つの部材の内側もまっすぐとした綺麗な一直線の加工ができたので、接合されたこちらの部材、これにも両端に端材を添えて内側の装飾加工をしていこうかと思います。I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. このように2つが接合された部材とまだ接合されてない2種類の内側にも装飾加工を入れてきました。そして外側の仕上がりはほぼ一緒だった2種類に対して内側の仕上がりを比較してみると、まだ接合されてない2つの部材を合わせると外側の装飾加工と同様に90度直角の仕上がりとなったのに対し、接合された部材は角に丸みがあるような仕上がりとなりました。そして外側はどちらも同じ形状だったのにもかかわらず、内側では形状に違いが出る原因としてビットの先端にあるベアリング部分、これが外側では接合されてない部材も接合された部材のどちらにも側面との隙間がなく、最初から最後までベアリングと接することで同じ形状になったのに対し、内側の加工では接合されてない部材は外側と同様に最初から最後まで側面とベアリングが密接することに対し、接合された部材は加工の途中角の部分にベアリングと側面に隙間ができるため、このように角に丸みが帯びたような仕上がりとなりました。なので角度がある内側の装飾加工をする際は、まっすぐした直角に仕上げたいときには部材を接合する前に、丸みがある角を作りたいときは部材を接合した後に装飾加工を入れていきます。そして接合されてない部材の内側に装飾加工をする際に、このように端材を添えてベアリングの進路方向を作って加工していったんですけど、場合によってはこのように側面と小口面が垂直な木材に、あらかじめ装飾加工をした後に斜めにカットすることで効率よく簡単に90度直角の装飾面が作れます。そして面取り加工をする際に、このような端材は加工を行う面に対し直行する側面に角度がつき、長さが短くベアリングが当たる位置を確保するための使い方以外にも、例えば前面の加工はせず小口面のみに加工をする際にも、
側面をきっちりと合わせて一緒に加工することで出口に欠損がない綺麗な加工が作れます。そして最後にこのような装飾ができるメントリビットを使う時のポイントや注意点として、このように側面を加工するメントリビットは対象物の表面にベースプレートが半分以下しか乗ってない状況での加工となりますので、対象物の逆側にトリマーが傾いてベースプレートが浮いたり対象物から離れたりすると、このようにまっすぐとした綺麗な装飾加工が作れませんので、最初はね怖いと思われる方も多いかと思いますけど、場合によってはベースプレートの対象物側の角2箇所が浮かないように上からしっかりと押さえて、安定した速度で必ず対象物表面とベースプレートがきちんと密着した状態を維持して加工します。また加工面の高さに合わせてビットの出幅を調整するときは必ずベアリングが当たる部分を確保しておかないと、加工が止まることなく掘り続けとても危険な加工となりますので、ビットの出幅を設定するときは必ずベアリングが当たり加工が止まる位置を確保して、材料の厚みに対して少し深めの加工をする際にどうしてもベアリングが当たるスペースが少ない場合は、作業台やテーブルなどにきっちりと側面を合わせて十分にベアリングが当たるスペースを確保してから安全に加工します。そして基本的には対象物が左、トリマーが右の関係で手前から向こう側へとトリマーを送っていくのが基本なんですけど、加工の始まりの入り口の部分に限ってはビットの先端にあるベアリングを対象物の角にぴったりと合わせることが難しく、場合によっては直行する側面にベアリングが食い込んだ状態で綺麗な入り口の加工ができないこともありますので、入り口の加工に限っては角よりほんの少し向こう側に持ち出したところから加工を進めて、トリマーを本来の入り口の角まで手前側に引いて、ビットにかかる負担も軽減されたところから基本通り手前側から向こう側へとトリマーを進めると入り口の加工がしやすくもなります。そしてこのように曲線を描いた丸い形状にも先ほどまでの加工と同じく対象物をしっかりと固定して面取り加工ができるんですけど、このような曲線や長さが長すぎる木材などは1回で全ての側面を加工せずに、できる範囲の加工を数回に分けて無理なく安全に綺麗な装飾加工を作っていきます。このように今回は手作業では難しい表情を簡単に作り出す電動工具トリマーのメントリビットの基本的な使い方について解説していきました。ぜひね DIY 初心者の方やまだトリマーを使ったことがない方に安全でワンランク上の DIY を楽しむ参考にしていただけたらと思います。今回の動画参考になった、気に入ったと思っていただけましたらですね、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。